今日はロードトゥ UFC についてフライ級の鶴谷玲選手とライトで出てた原口真選手、結果は1ラウンドですけど掛け違いでは泥に持ってかれるようなこともあったかなっていう、Welcome to リンヤチャンネル。リンヤチャンネルです。今日はロードトゥ UFC について喋ろうかなと。先日行われたシーズン2になる、シーズン2の方か、シーズン1も絡めて話していきます、決勝についてですかね、前回の、日本人から2人フライ級の鶴谷玲選手とライトで出てた本来フェザー級の原口真選手の2人が2月の4日に試合して鶴谷玲選手が1ラウンド TKO で勝利して契約獲得、原口選手は3ラウンド目でリアネイキッドチョークで敗れてしまって契約ならずという結果となってしまいました。原口選手の方から適正はフェザーって中でその枠じゃなくてライトで今回ロードトゥ UFC 出てて、初戦と準決勝はやっぱレスリング力でガンガン圧倒してパウンド打って勝つみたいな流れで、決勝もやっぱもうそれをやりきるっていうことしかなかったと思うんですよね。もう自分のレスリングをぶつけて上で削って殴ってっていう。でもやっぱ向こうの選手ももともと UFC いてリリースされて、でまた力つけて再挑戦っていうのでやっぱキャリアも長いし、そういう選手に対して戦い方っていうのも知ってたし、体のサイズの違いも多少あって、中国人の選手が原口選手をこうでっかく構えてリーチで中に閉じ込めるみたいな感じで、この中でお前戦えよみたいなのをこれ見せるんですよ、でかく作って。まあその中でそういう作りをしてきた選手に対してはこういろいろ動いて角度作ったりとかして攻撃出していくのがいいかなとは思ってたんですけど、やっぱそこの作戦にがっつりこうはまりながらその位置で戦っちゃってたかなっていう感じでしたね。まあでもそれでも自力の力とレスリング力でいくんじゃないかなみたいなところまでは全然見せてたんですけど、そうなると体力的にもやっぱリーチ短い選手の方が入っていかなきゃいけないからきついし、もともと持ってる体力が多分絶対原口選手の方があったんですけど、それをこう技術と経験で逆転するみたいな感じで最後原口選手が体力切らしてしまったかなっていうだけ。でもまあまあめちゃめちゃ強いんで、伸びしろしかないしすごい楽しみですね。次がフライ級の鶴谷選手、もともと圧倒するだろうなっていう予想でしたね。計量時のやっぱ体つきとかもすごいいいし、これはまあ絶対大丈夫だなぐらいには思ってましたね。でまあもうそこをちゃんと1ラウンドで決めきったんで、すげえなと思いましたね。リンヤ選手は鶴谷選手とサムライトップチームで一緒にやられてるんですけど、鶴谷選手の印象どういう選手として見られてるんですか？21であの完成度の MMA をするってなんかすっげえなと思いますね。生まれてる環境も含めてやっぱ普通じゃないし、ちゃんと能力もすごい高いし、彼ももうひたむきに UFC のトップしか見てない、始めた時からっていうのがやっぱすごいブレないできてるし、実質無敗でたどり着いたし契約に、すごいなって感じですね。自分が本来やりたかった年齢でやってる。僕も本当は21ぐらいで入って10年ぐらいこう UFC でガンガン戦うみたいなのを結構考えたりもしてたんですけど、僕はまあいろいろあって転向が25超えた時だったんで、だからすっごいやっぱりいいなって楽しみですね。だからあと10年以上は UFC でできるわけですよ。実力から言ってクビになるようなこともよっぽどないと思うし、日本人はこれから長いこと彼を応援できるっていうし、背負っていく存在だと思いますね。鶴谷選手とリンヤ選手の共通項があるように感じて、大分キッズお父さんがチームのレスリングやられた。確かにそうですね。サムライトップチーム一緒で、レスリングも格闘技のため、で最初から UFC っていう、目指してるとこも一緒だし、倒してどうにかするっていう決めはやっぱ鶴谷君見習うものがあるんですけど、すごいやっぱ、レスリングを使ったスタイルっていうのも似てるし、確かに分かるっすね。
今度リンヤ選手のロードトゥ UFC に出場した時の話っていうものもまたちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、シーズン1の方に決勝の方出られて、そもそもロードトゥ UFC の出場権みたいなものっていうのはどういう経緯で決まっていったんですか？僕は当時は LDH 所属してて、プロ2戦目が終わったぐらいにロードトゥ UFC の開催の話があったらしくて、僕はその時は替え玉の戦が決まってたんですよ。なんで LDH の方は僕にはその話を伝えずに、とりあえず替え玉の戦に集中してもらおうっていう、勝てば UFC だよとかロードトゥ UFC だよっていうことが入るとまた僕は余計なことを考えたりしちゃうなって多分考えてくれたんで、裏でこう動いてくれてたみたいで、で替え玉の戦が終わって無事勝って、替え玉の戦の前っていうのはすごい前の動画でも話してるといろいろあった、でやっと超えたと思って、ちょっとリラックスできるなと思って1週間だけ休養取って、目も抜歯してカーフもまだ全然腫れてる中こうジム行ったら「いや」みたいな「5週間後ロードトゥ UFC だよ」みたいな「おっと」みたいなどういう心境だったんですか？このタイミングみたいな、人嵐、やんだと思ったらふわってまた来たみたいな。でも僕は替え玉の線を超えてたから「あ、分かりました、出ます」みたいなテンションですぐスイッチがそこに入った。入りましたね。あれはすごいびっくりしましたね。で最初は僕はプロ2戦2勝で UFC と交渉してくれてたらしくて、最初は UFC サイドも「なんだよこれ」みたいな「2戦2勝のやつなんか別に入れんじゃねえよ」みたいな感じだったらしいんですけど、いやこいつはこうでこうこうこうで絶対にこの後来るからみたいなことをなんかこう押し通してくれたらしくて、話を。っていうのでじゃあ第1回だからっていうのもあって多分枠に入れたと思うんですよね、僕は。じゃあ様子見てみようじゃねえかみたいな感じだったのかな。でも最初はやっぱいらねえっつって弾かれたって聞きましたね。でもまあ多分この次の試合もこの23勝6敗のやつに勝つからみたいな多分ことを言いながら交渉してくれたと思うんですけど、どう契約していくかなんて分かんない状況だったから、アジア人がロードトゥ UFC なかったんですよ。大会自体の存在もなかったから、過去にちょいちょいやってますけど、いやだからどうやって契約するんだろうなって思ってた時にその話来たから、もうこれ逃がすわけいかないと、っていう思いもあって、やります。2つ返事で。リンヤ選手はもうレスリングをやられてる時から総合で UFC に行ってっていう、言ったらすごい夢なわけじゃないですか。そうですね。その架け橋になるロードトゥ UFC あって、実際その試合に臨む時、リングに上がった時って気負いみたいなのはなかったですか？替え玉の戦で作った集中の仕方と試合までの準備の仕方っていうのにすっげえ自信を得てたんで、別に全然怖さっていうのはなかったですね。この間やったし、逆にそれがいい面に出ると思って、信じて、やりましたね。で1試合目はやっぱ試合終わって見返したらやっぱ最初ちょっとふわふわしてるっすね。ケージが広い、何より UFC の会場だし、ケージだし、インドネシア人とシンガポールで試合したんで、観客は500人ぐらいしかいなかったですけど、向こうの攻撃でやっぱわーって湧くなみたいなのとかもあったり、ちょっと上がってるっていう、感じでしたね。一番苦戦した人3試合の中では野瀬選手ですね。フリーになって一発目で、アーセンと行って、結構地元の東大宮の公園でミットやったりとか走ったり、弟借りてこうやってみたいなイメージとかも結構作ったり、もう本当に地元背負っていくみたいな、こういうことなんじゃねえかみたいなで本当にアーセンについてもらって、やっと本当にアーセンが立ててくれたような作戦とかバッチリハマったりして、うまく仕上がっていけたんですけど、対して野瀬選手っていうのはずっとすごい信じるチームがあって、いいコーチがついてていいチームがいて、そっから来る自信みたいなのもすごい感じたし、首の事故で全身不随になるかならないかの手前のところから生き返ってまた格闘技やってる選手なんで、そこのなんか折れない強さみたいなのもやっぱ感じましたし、結果は1ラウンドですけど、結構掛け違いでは危なく泥に持ってかれるようなこともあったかなっていう気がする試合でしたね。
だから来週楽しみなんですよ。以上が自分の時のロードトゥ UFC を絡めつつロードトゥ UFC シーズン2の振り返りになりました。ご視聴ありがとうございます。ずっと気になってたんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。これナンバーシリーズなんか計量終わったらファイツってファイターだけだけどなみたいな感じでもらって、これがめっちゃちょうどいい。こういう服なかったからこれ着るじゃないですか。川越でランチなんかこう食ってて、こんなで終わったらレジの兄ちゃんに「すごいっすね UFC の服、格闘技やられてるんですか?」みたいなって言われて、一昨日ちょっと迷った挙句先週 UFC で試合してきましたって言ったらつって笑われてこいつとんでもない嘘ついてんなみたいな笑われ方したっていうめっちゃおもろかった。それはそれでそれもすごい面白くておもろみたい信じてもらえなかった。あと金髪もねかっこいいですよね。久々にやるとなんかいいですね。試合の時は明るい金か黄色で、って決められてるんですよ、それちなみにどういう理由なんですか？自分はなんか勝負の時そういう系の色をつけるといいよって、パーソナルカラーじゃないけど、そういう勝負の時はこの色っていうのが、を出せる人がいて、その人に言われたので。そうなんですね、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。運動禁止令みたいなの出されて、この振ったりとかできないじゃないですか。であと汗かいたり血流良くしすぎるのも炎症をこうなんか沈める作用がちょっとなんかそういう成分が出なくなっちゃうんで、チームの方ちょっときつい